どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃんということで 50-150mm F2 買ってしまいましたよ。いやー、去年ねこの FE2870mm F2 のね G マスターレンズのレビューで、いやこのね 50-150も気になるんよと話だと思うんですけど、そこからね、たくさんコメントもいただきまして、結局ねちょっと導入しちゃいました。導入してからね、結構いろいろと使ってみています。実際に7.5のねレビュー動画の方でも、実はねしれっとね使っていたりしてたので、気づいていた方もねいるかもしれないんですけど、いよいよねこのレンズのレビューもねちょっとしていけたらなというふうに思っています。このレンズね購入導入してからすごく嬉しいというか、すごくねワクワクはしてたんですけど、なんといってもこのフィルター径 95mm、 重さは約 1.3kg というところで、ちょっとでかすぎっすよね普通に。でしかもねちょっと前にこの70-200の F2.8 もね購入していたばっかりではあったので、用途かぶりそうだなっていうのもあってね、結構ね迷っていたんですけれども、実際使ってみて、いやこれ別格やなと、いや全然ねちょっと別軸の別次元のねレンズかなという印象がありますので、今回はねその内容を含めながら、このね数ヶ月間で僕がね感じたことをお話しできればなと思っております。勘違いないように言っておきたいんですけど、このねレンズを買いましょうというような動画では一切なくて、ただただねロマンワクワクをねちょっとお伝えしたい、届けたいっていうところになるので、エンタメとして見てほしいです。はい、買いましょうじゃないです。高いんで買わなくても全然いいと思いますので、こんなレンズがあるんだよ、ソニーの技術っていうのも今の最高峰はこんなところなんですよっていうのを、僕もねちょっと楽しくワイワイとお話お伝えできればなと思っております。ということで早速ねこのレンズがどういったものなのかっていうのをね見ていきたいと思います。まずねスペックがこんな感じになってますね。50-150mm という、焦点距離で F 値が開放 F2 から F22 のね、レンズになっていますと、要はズーム全域 F2 投資のねレンズというところですね。これが発表当時からかなりね話題にもなっていたと思うんですが、というのもこの F2 投資、ソニーさん2本目でございます。28-70mm F2 のレンズですね。こちらがね先に出ていまして、で、去年の5月ぐらいにこっちのね50-150も出たといったところですね。2870はねレビュー動画も出していますが、こっちもねかなりきっちりとレビューしてはいたんですけど、この2870自体はキヤノンでも存在していてソニーも出てきたというところで、ただこの 50-150mm っていうのは世界初の、規格外、今までになかったような F2 投資レンズになっています。なのでこの F2 投資というところなので 50mm、85mm、135mm のね、いわゆる一般的な単焦点レンズっていうものをこの1本でカバーしてしまっていると、そういう風にも言えるような、でましてやねこの 150mm も F2 で使えるっていうので、もう実質4本5本ぐらいのね単焦点レンズがここに詰まってると言っても過言ではないぐらいのねものなんじゃないかなと感じています。でレンズ構成は17分19枚、絞り羽は11枚と多いですね。でフィルター径が 95mm なんでめちゃくちゃでかいんですよ。こっちの2870の 86mm よりもさらにねちょっと大きいものになっていて、ちょっと今ねステップダウンをつけてますが、ここ後ほど紹介していきます。で重量が 1340g と、非常に大きく重たくなっているといった形ですね。で価格ですね、価格ちょっと高すぎますね。53万円となっています。ソニーストア公式が59万円台なんですけど、実売価格、ソニーストアの価格で結局 10% ぐらいねオフした価格で販売されているので、実質53万円ぐらいといったところですね。高いですね。高すぎっすよねこれ。価値はねあるんですけど、値段がちょっとエグすぎるので、そう簡単にはね買えないようなレンズにはなっていますが、使ってみてね30万円ぐらいの価格の G マスターとはやっぱちょっとね1個上の G マスターの中でもトップクラスのね描写性能っていうのはもう明らかに感じることはできるのですが、この価格に関してその価値があるかどうかはちょっとねこの後のレビューでね、ご自身で判断していただくことが必要になるのかなとは思っております。ではねレンズの外観について見ていきましょう。まずねなんといってもこれですね、このバッジですね。これはねソニーのレンズの中でも特別なね証として、シルバープレートのね金属製のプレートが採用されています。いやこちらはね実はこの 28-70mm の方にはないんですけど、このねあんまり見ることのできない、バッジがついていますと、他だと 300mmF2.8 みたいな、100万円ぐらいするレンズとかにもあったりはするんですけど、全然別になくてもいいんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよねすごいやっぱ特別感があるので、なんかソニーロゴってやっぱかっこいいですねみたいなことを眺めながら楽しむこともできるようなそんな感じになってます。はい、もう全然実用面関係ないところですね。でしっかりと見ていくとするとですね、まずフォーカスホールドボタンが上面と横と底面に1個ずつ計3つありますね。でフォーカスのねモードスイッチとでフルタイム DMF スイッチもこちらにあります。これ何かというと、これをオンにしておくとオートフォーカスでピント合わせた時にそのままこのねフォーカスリングを回すことでピントの位置を調節することができるんですよ。これ結構便利だったりします。で絞りリング搭載してますね。ソニーは結局絞りリングがあるのがめちゃくちゃいいんですよね。でもちろんねこのクリックオンオフがあるので滑らかにするか
カリカリにするかは選ぶことができます。で、三脚座がねついていて、これをね、上とか下とか変えることはできるんですけど、これ自体脱着も可能になっていて、緩めてあげてここのボタンを押してあげれば、はい、取ることができます。このリング自体はね取ることはできないので、若干この辺がね違和感はあるかなと思うんですけど、一応ね取ることはできたりします。で、このレンズはインナーズームの方式を採用しているので、はい、ズームをしたとしても、鏡頭の長さが変わりません。なのでカメラ全体のね重心が変化しにくいという良さがあるので、三脚とかあとジンバルとかでね取り付けた際にバランスがね崩れる心配っていうのが結構減るかなと思います。ちなみにねこのズームのタイトスムースの切り替えダイヤルっていうのはありません。必要はないかなと思います。はい。っていうのがこのねレンズの基本情報になります。ここからはですね、実際に使ってみて分かったねこのレンズの魔力というか、実際のね使用感というところをねお話しできればなと思うんですけど、僕的にこのねレンズを使ってやっぱ一番ね、期待していたところはやっぱ描写性能なんですよね。G マスターレンズいっぱい持ってるし、他にもねいいものがあるんで、実際どういう風に違うのかっていうところが、気になってたんですけど、これはねやっぱ良かったです。はい。いやもうこれ単焦点みたいですね。開放のね絵はねちょっとよく見たらなんか玉ボケとかね課題はあるかもしれないんですけれども、でもね開放から全然使えちゃいましたね。やっぱりこの F2 のね、立体感というか 150mmF2 なんてさほとんどのレンズで存在しないじゃないですか。なので、明らかにこの望遠側でね圧縮をして、でそこで開放させると、ちょっともう全然別のね、話になってくるというか、全然別のね今までとは違った描写性能があるので、ここがねほんと楽しかったですね。僕もねこの7ニッパーのレンズもそうだし、あとはシグマの 70-200mm のねレビューも出したと思うんですけど、やっぱり 70mm 超えで F2.8 っていうのが最大というか、開放側が頑張って F2.8 じゃないですか。そこが F2 に行くっていうのが結構やっぱ良くて、結構いろんな写真撮ってたんですけど、やっぱりね絶対にねスマホでは撮れないね写真と動画が撮れますので、最近 iPhone とか Xiaomi のスマホとか Oppo とかもう全然めちゃくちゃ綺麗だよねっていう話があるんですけど、いやこれは無理やねっていう感じの絵が撮れますそこがねやっぱ楽しいかな。 35mm センサー、そして F2 の解像度、そして G マスターのキレ、これがねやっぱこうぴったりと楽しむようなことができるようなレンズかなという感じがしています。で、少しね、僕のエゴみたいなところなんですけど、2470mm とか 70mm200mm の F2.8 のいわゆる第三元ズームっていうのはちょっと僕たちはね使いすぎていて、こういった仕事とかでねなんかやっぱこうあれを使ってると業務感がちょっともう染みついちゃってたりするんですよ。なんですけどやっぱこの50-150と2870とかっていうのはちょっと作品撮影をできてるような感じ、非常にね撮影してるだけで特別なね作品を残せてるような、そんなね体験があるなという印象もありました。で、写りめちゃくちゃいいっていうところはあるんですけど、単焦点と比べてみて気になるところも一方であって、それがフレアとゴーストですね。ズームレンズなのでね仕方がないことではあるんですけど、この辺は若干それなりにね出てくるかなという印象です。もちろんめちゃくちゃ目立つわけではないんで、環境さえ良ければ気にならないかなと思いますし、僕はね全然あんまりこういったフレアゴーストがね出ることがそんな鬱陶しく感じるタイプではないんで、まだ許容範囲ではあるかなと思うんですけど、一応ね、単焦点と比べると、それなりにね出るっていうところはあります。とはいえズームレンズとしては非常にね優秀な方でもあると思います。そんな感じでね、描写力っていうところがね本当感動レベルですよ。特にね特別じゃないロケーションでもね普通の街並みでもね雑誌のような写真がねたくさん撮れましたし、で意外とね旅行とかでも使いやすくてね、人物とか、風景もしっかりと両方ね残しながら使える、全然人物だけなのかなと思ったら、意外と環境にもよりますが背景も残しながら、撮影できたような、印象もありますし、で意外と良かったなって思うのが、なんか人が多い観光地ってやっぱ人がねすごくいっぱい入ってしまうんですけど、でもこれ 50mm スタートなんでなんか結局切っちゃえるんですよね。50-150の間で望遠側で、背景の情報の整理ができるので、なんか意外と使いやすいなと。一人二人をね撮る分には逆にね観光地の相性もすごく良かったなというふうに思いました。でちなみにね今回のこの作でね、全部ソニーのクリエイターズバンドルというものをね使用しています。これ何かというと、ソニーカメラに専用設計したプリセットとラックをね、両方ともバンドルにねしたものになるんですけど、まずね6つのライトルームプリセットがあって、これはねソニーカメラがね持っているクリエイティブルック、ロー写真が持っている情報をそれらに最適化させて、自動で選択をして、高品質なね色編集をしていくような、そんなものになっています。でしかもねスキン補正板もつけているので、適用するだけでね自動で人物の肌補正をね実行するようなすごく便利なねプリセットになっています。もちろんね自分で色の編集ができる方
かは自分でやるのが一番ではあるんですけど、でもこう大量の写真を編集したりとか、ちょっとね僕たちの色味がねいいなって思ってくださった方はこれを使っていただくとねすごく似たような色味が出ると思うし、ソニーのクリエイティブルックめちゃくちゃいいですから、これをねちょっとぜひ活かしたいというところで専用開発したものになっています。であとはラットですね。ラットっていうのはね動画で使えるような、写真でいうフィルターのようなものなんですけど、ラットパックも6つのねオリジナルラットを入れています。こっちのラットはね派手すぎないっていうものをねテーマに設計していて、でしかも3つのねカラープロファイルに合わせているので S-Log3 でも撮影できるし、スタンダードのカラーでも当てることができるし、あとは PP6 のシネ2シネ4にも最適化しています。でさらに S-Log3 というね、ログ撮影用にも全種類にね合わせて制限を設計していて、でさらにカメラ内にインストールする専用のラットまで付属している、計6個のラットが4パターンであるので24種類のラットが入ってるみたいな、このね両方のパックをバンドルにしたソニークリエイターズバンドルっていうのが、絶賛ねダウンロード可能になっていますので、ぜひね興味の方はビジュアルパークのねオンラインショップから覗いてみてください。ということで続いていきたいんですけど、次はブリージングとかのオートフォーカスになってくるんですけど、結構ねこれ動画撮影でもね使えたっていうところが驚きでした。ブリージングっていうのはねピントの移動による画角の変化のことになるんですけど、結構ねこれブリージング少なくて驚きましたね。ピントがねダイレクトに遠くから手前に変わってしまったりするようなシーンとかでも全然ね画角がこう歪んだりグワグワしてしまうことがあまりなく、綺麗にね動画の撮影ができたような印象です。であとは開放のオートフォーカスですね。これめちゃくちゃ良かったですね。先日ね東京でめちゃくちゃ雪降ったじゃないですか。東京っていうか関東でめっちゃ降ったじゃないですか。あの時ね僕シンガポールから帰国した日ですごいね、朝深夜便で帰ってきたんですけど、すごいやっぱしんどかったんですけど、せっかくやなと思って愛犬のテリちゃんとねベランダでちょっと撮ろうかみたいな感じで、雪で遊べるねタイミングなんてワンちゃんがしてあんまりないと思うんで、せっかくだからと言ってね遊んでたんですけど、ここで撮れた写真がねもうマジで感動的で、ほんまに疲れてたからもう10分だけしか撮ってないんですけど、それでねこの撮れ高なんですよ。僕からしたらめちゃくちゃ良くて、ほんまただの日常だし、ただのねなんでもない日なんですけど、もう F2 で開放でね撮ってたらなんかこの特別感で、やっぱりこの開放でねこれだけピントが合うっていうのがね、やっぱソニーすげえなと、やっぱソニーは一つ頭抜けてるなと、そのね技術を持ってるなというような率直に感じてしまいましたね。全カット完璧ではなくて、多少ねピントを外してしまったところもあるんで、これはねどっちかというと環境的になんかやっぱ言うてもちょっと被写体と距離引きたいじゃないですか。でベランダがそんな広くないっていうのと、あとは自分のね技術不足とか、あと疲労があったんでそんなにガチでなかったっていうのもあったんで、とはいえねこの7-5という最新のプロセッサーを積んだカメラと、この50-150で、10分ぐらいでねこのぐらいの作例を撮ることができて、僕もはっちゃけてインスタにも載せましたが、いやこういったものがね軽く撮れるっていうのもやっぱね、しかも動物とかね人物だけじゃなくて撮れるっていうのがやっぱねこのレンズの魔力というかいいところだなと思います。であとね思ったより寄れるなっていう印象なんですよ。このねレンズの最短撮影距離が 50mm ワイド側で 40cm なんですけど、この 40cm っていうのはこのカメラのセンサーから 40cm なんですね。ここにセンサーってカメラにここの場所の目印があるんですけど、それが水平にセンサーの位置というところ、垂直かな、になってるんですけど、こっからの換算40なんで意外とね全然この辺で撮れるんですよね。これぐらいですね。ここで今ここまで撮れてるので、思ったより寄れませんこれぐらいって。でこれで 50mm だから結構ね寄れるなというか、近づけれるなという印象ですね。こうちょっとねパートナーがメイクしてる時にねこうサクッとこうなんか撮ってみてたんですけど、こういう表現意外となんかねこの抽象的な表現がねすごくしやすくて、こういった撮影ができるっていうのもこのレンズの驚きではありましたね。なんか全部ピント合ってないといけないのかなっていう感じかなと思ってたんですけど、なんか全然外して抽象的な絵を撮りやすいっていうのもありました。あとはねシンプルにレンズ交換いらないっていう恩恵ですよ。結局僕たちの運用ってね、少人数精鋭でもあるし、あんまりレンズ交換をねできればしたくないっていうので2472型の G マスターを使ってるんですけど、このレンズを使うとやっぱ単焦点をもう一本にまとめれるようなその印象がありますよね。結局レンズをね変える手間が省けるので、センサーのね露出の回数が減るのでホコリのね入るリスクも減ったりするし、レンズを落下させたり交換の時にトラブルするみたいなそういったことも起きないとか、やっぱ結構ね恩恵はあるように感じています。なので単焦点レンズよりも便利だし、第三元ズームレンズよりも描写がこだわれるというような結構いいとこ取りのものだと思います。本当に綺麗なっていう意味で見たら単焦点をね
ちゃんと決めて撮るのがいいかなってやっぱ思うんですけど、やっぱりね GM の F1.4 単焦点は綺麗なんだけど、こっちの方がね僕はなんかちょっと描写が1個好きだなっていうのがあるので、なんやろなこれ、ほんま空気感でしかないんですけど、2870でも言っていたちょっとルックが違うみたいなところがやっぱねこの超三元シリーズはすごく好きです。で皆さんちなみにね F2 ってどれだけねこれ音気あるっていうかどれだけね違いがあるか皆さんご存知ですか？要はこの F2.8 ですね。F2.8 とこの F2 の差っていうのは思ったより大きいんですよ。数字だけで見たらたったの 0.8 の F 値の差でしかないんですけど、これね1段分の差があるんですね。1段分って何かっていうと、1段っていうのは光量が2倍か、半分かの差になってきます。例えばこのズームレンズを使ってて F2.8 だからシャッタースピード50分の1っていうものが適正露出だった場合に、同じ環境下でこの F2 の方をつけた場合ってシャッタースピードをね100分の1にまで設定することができるんですよ。で ISO でいうとこの F2.8 で ISO800 っていうのが適正露出だった場合は、こっちの F2 だったら ISO を400まで暗くすることができるんですね。これが1段分の F 値の差です。 F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11 とこういう風に段数が上がっていくっていうのが1段分の差になってきていて、なので F2.8 と F4 の差ってあるじゃないですか。これと同じだけ F2 と F2.8 にも同じ差があるというところなんですよね。だから大三元か小三元みたいな議論がある通り、その差分だけ F2 と F2.8 にも光量の差っていうのが出てくるので、結構大きいということがねちょっと理解していただけるんじゃないかなと思います。であとはねサイズですね。ここ結構ねちゃんと率直にお伝えしたいんですけど、思ったよりね軽く感じる、怖いですねある程度カメラやってるとね 50-150mmF2 っていうスペックだけ聞くとね結構エグそうみたいなね、そういう風に思うと思うし、ある程度覚悟すると思うんですけど、実際にね持ってみると、覚悟した割には意外と軽くはない、意外といけるかもって感じかな。ただちょっと怖いのはね7ニッパーの方が軽いんですよね。こっちの方がね軽いみたいな話になってくるので、70から 200mm までいけてインナーズームでこれ一応新潟やけどこっちの方が 300g ぐらい軽いのかなっていうところで言うと、こっちがすげえなってところではあるんですが、でもこの50-150もF2 でこれはやっぱすごいなっていうような印象はありますね。とはいえねこれスペックに対しては軽いという話で、カメラ初心者の方からしたら絶対に重たいんでやっぱ普通にデートとかでこれ持ち歩き出したらさすがにちょっと引くよなっていうぐらいのものであるので、ちょっと注意は必要ですね。であとはこの焦点距離のね、実際50スタートで150までっていうところが実際ねどんな感じで使いやすいかっていうところで言うと、そもそも50スタートにしたっていうのは非常に良かったと思います。30がさすがにきついと思うんですけど、50やってくれてるのはでかいですよね。50って意外と広いっていうか、写真とかだったらねより広いので、僕はね意外と広く撮れるなという印象もありますし、ポートレート撮影とかでもね非常に使いやすいなという印象です。であとこの MAX150 というところと 70-200mm っていうところを比べると、ここはねやっぱ完全に用途が異なるなという印象です。めっちゃ僕らの言い方で言うとより作品向けなのが50-150のような感じもするし、やっぱり業務向けというかね、何かしっかりと抑えないといけないというのがこの 70-200mm の汎用性の良さというか便利さというところにもあるかなと思っていて、僕たちはやっぱり 2470mmF2.8 をね最も使用しているので、だったら 70mm から 200mm までいけた方が絶対的に万能になってくるんですよ。でもこの50-150っていうのはねテレコンも使えないし、万が一の時にね拡張ができないっていうところ、ただこの描写性能とか F2 っていうところのね、良さがあるから、どっちかというとやっぱちょっと贅沢にねこの焦点距離を楽しむみたいなところになってくるので、業務では絶対こっちを選ぶかなと思うし、より作品ライクに作りたいなっていう時はこっちをね選ぶかなといった印象があります。でこのテレコンが使えないっていうところの結構ダメージがある人はいると思うんですけど、テレコンっていうここのねレンズのアダプターをもう1個つけてあげるだけで 1.4 倍のものと2倍のものがあってね、要は焦点距離を増やすことができる、増やすっていうかより望遠にできる、その分ちょっと明るさも低くなっちゃうんですけど、そういったものがあるんですけどこっちでは使えないんですね。でそうなると 150mm がマックスなので、足りない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな時にいいなと思ったのが APS-C クロップ機能ですよね。カメラによっては APS-C クロップっていうね約 1.5 倍相当にクロップするような機能をね搭載した機種があって、7.5とか α1.2 とかもあるし結構あるんですよ。なのでそれで例えば 225mm 相当とかで超望遠ぐらいで運用するっていうのも非常に、いいんじゃないかなと思っています。っていうのが、僕がね、このレンズを使ってみての、感じた、実際のね使用して分かったところになっています。では最後にいくつかのね細かな注意点についてお話ができればなと思うんですが、やっぱねまずはフィルター系ですね。やっぱこのフィルター系ちょっとしんどいな。 95mm ですね。
今ちょっとステップダウンリングっていうものをつけて 82mm に調整してるんですよ。これね95なんですよね。せめて86にしてほしかったな、こっちの86で。82でももちろんないんで、やっぱちょっとでかすぎなんですよね。でこのステップダウンリングというものを使えば動画自体は切られません。結局動画ってクロップが多いんで全然使えるんですけど、写真はね結構切られますね。いやわかるんですよ、 95mm のフィルター変えよと実際あるしね、日産も出てるんで、いや変えよっていう話ではあるんですけど、やっぱ持ってんの82なんですよ。82mm のフィルターを3セットぐらい作ってるので、やっぱそれを使いたいですよね。めんどくさいしっていうので、ダウンにしてるんですけど、ダウンだとやっぱ 50mm の、一番広いとこだと切られます。はい、これがねやっぱちょっとしんどいかな。動画だといいんですけどね。であとねプレートがね必要な三脚座ですね。中にはねメーカーによってはこれねアルカスイスとかマンフロットでねプレート規格にね対応してて、そのまま付けれるみたいなねメーカーもあったりはするんですよ。ただこれソニーはね対応していないので、もう一個下にねプレートかまして使うっていう形になるので、もしそういったこともできればより良かったなっていうところはありますよね。であと地味にねちょっと僕が気になるのはここのね上に合わせる時とこの左右に合わせる時とか、あと下とかでこれカチッて立ってほしいんですよね。この絶妙にここかなみたいな感じで締めるんですけど、ここのねカチッとこのクリックがねきっちり来てくれたらめっちゃ嬉しいんですけどね、これが来ないのがちょっと気にはなりますね。であとはね先もちょっと言いましたが、テレコン非対応の影響はやっぱちょっとでかい感じがしています。このねレンズ、設計がね、画質を優先するためにね後玉がねマウントの結構ギリギリまで来てるんですよね。なのでちょっともうちょっと構造的に多分使えないというところがあると思うんですけど、ちょっとテレコンがやっぱね人によっては絶対使いやすい、使いたいですよね。だって2倍テレコンすれば 300mm ですから、 300mmF4 でしょ。使いたかったよねこれ。 F4 でも全然いいから 300mm で使いたかったなっていうところはあったりはしています。ただ逆に言えば、画質に全振りしてくれてるような、そういったレンズの設計でもあるのかなとも思えるので、描写を撮るのか利便性を撮るのか、これはねユーザーによって意見が分かれるところです。はいという感じでいかがだったでしょうか。今回ねこのレンズしっかりと見ていきましたけど、どんな用途におすすめかっていうのをね簡単にまとめてみると、もう結構はっきりしてて、1個はポートレートですよね。これが一番おすすめですね。やっぱり人物を撮るときにもうめちゃくちゃベストなものなんで、ポートレンズと言っても過言ではないですよね。なのでそこの用途がいいのと、あとはウェディング系、僕もねウェディング撮影結構昔はやってた頃もあったんで、いやあの時に使いたかったなっていう、本当そこですよ。あんなに時間がない、いろんなカットを撮らないといけない、緊張感もあるっていうところでレンズ交換をしなくてこれをねいろんな描写が撮れるっていうのはめちゃくちゃ大きいですよね。僕はね今前撮りの仕事がもし来たらもうこれ絶対使うだろうなっていうぐらい本当にドンピシャなレンズだなと思うし、あとは僕はあんまりやらないんですけど、室内のねスポーツ撮影とかでも良さそうですよね。動体系ってシャッタースピードが速くなっていくじゃないですか。光量が足りなくなる、特に室内とかだったらね足りなくなってくるんで、やっぱり F2 の明るさっていうのはねだいぶと生きてくると思うので、そういった用途では非常にねいいんじゃないかなと思います。こういったね撮影で結構やっぱ作品寄りの撮影っぽいですよね。こういった撮影がメインでなければ2470の F2.8 とか 70200mm とかのねカバー率の高くて利便性のいいレンズをねチョイスするっていうのもいいんじゃないかなと思います。価格はねもうなんといっても53万円と本当にもうどしゃくそ高いレンズにはなっていますが、間違いなく価値はねあるレンズかなと思いますので、買いましょうでは全然ないんですけど、よかったらソニーストアとかでね触ってみてください。思ったよりなんか意外と軽いなっていう印象があると思いますし、これすげえわってちょっと感動できるね開放の絵がね出てくると思うんで、本当ロマンとしてねちょっとフラッとソニーストアにね寄っていただければいいんじゃないかなと思います。ということで 2870F2 そして 50mm150mmF2 が出ましたけど、残すところ超三元ズームレンズは1635なのか1630なのか1628なのか分かりませんが、 F2 投資の超広角ですよね。これは登場するのでしょうか。しそうですけどね。いつかは全然わからないんですけど、どうでしょうね。出たらちょっと気にはなりますが、でもあんまり超広角のね表現はあんまりしないので、ちょっと、出たら出たでちょっとねまた情報を追ってみたいと思います。ということで皆さんこの動画が参考になったお役に立ったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方にもよろしくお願いいたします。そしてソニーユーザーの皆さん、ソニーのクリエイターズバンドルたくさんの、ね、方に愛用していただいていて、もう非常にね人気のある製品となっておりますので、写真やね動画をより楽しんでみたい、僕たちがね出しているような色味を再現してみたいという方はぜひねこちらもチェックしていただければなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。